1796年、トーマス・ジェファーソンは識別不能な骨の箱を受け取りました。長く鋭い爪はライオンを思い出させましたが、腕の骨はより大型で約3メートルの長さがある動物を示唆していました。北アメリカに住むライオンの大型の未知の種かもしれないと考え、ジェファーソンは探検家のルイスとクラークにこの得体の知れない捕食動物を警戒するように伝えました。しかしこのジェファーソンの骨の箱はライオンのものではなく、絶滅した巨大な怠け者のものでした。先史時代の地上性怠け者は約3500万年前に出現しました。数十の種が北、中央、南アメリカに渡り、他の古代生物であるマストドンや巨大アルマジロと共に生息していました。二つ指怠け者などの地上性怠け者は猫ぐらいの大きさでしたが、それら以外の多くは巨大でした。ジェファーソンが見たメガロニクスは約1トンの重さがあり、それでもメガテリウムと比べると小さな種で、メガテリウムの中には象のように6トンに及ぶものもいました。彼らは森やサバンナをゆったりと歩き回り、力強い腕や鋭い爪を使い植物を引き抜き、木々に登り、草や葉っぱ、先史時代のアボカドなどを食べていました。実際、もし巨大怠け者がいなかったら、現在のアボカドは存在しなかったかもしれません。より小型の動物はアボカドの大きな種を飲み込めませんでしたが、怠け者には可能だったので、アボカドの木を広範囲に広げていきました。地上性怠け者は数百万年もの間繁栄しましたが、約1万年前に西半球の他の巨大哺乳類とともにその姿を消し始めました。研究者は地上性怠け者が追い出されたのは氷河時代の訪れか、または他の種、おそらく人間が大半の怠け者が絶滅し始めた時期に現れ戦ったからではないかと考えます。いくつかの小型の怠け者は生き残り、樹上に移り住みました。現在残っているのは6つの種で、中央と南アメリカの熱帯雨林の林間に住んでいます。木々に垂れ下がるのは捕食者を避けるのに良い方法で、食べるのに十分な葉もあります。しかしこの食習慣には欠点があります。動物は食物から摂取したエネルギーを使うことで動き回り、体温を保ち、臓器を機能させ、その他全ての生き残るために必要な活動を行います。しかし葉はエネルギーをあまり含んでおらず、そのエネルギーを取り出すのはとても難しいのです。ほとんどの草食動物はその食習慣をより高いエネルギーを持つ果物や種を食べて補います。しかし怠け者、特に三つ指怠け者はほとんど葉だけに頼って生きています。彼らはこの制限された食習慣に対処するため、細かく調整された戦略を進化させました。まず彼らは食物から可能な限りのエネルギーを取り出します。怠け者は体の3分の1を占める腹囲を持ち、種によって5日から7日間、または数週間かけて食物を消化することができます。エネルギーを可能な限りわずかしか使わないことも彼らの秘訣です。その方法の一つはもちろんあまり動かないことです。彼らはほとんどの時間を食べて休んで眠りながら過ごし、トイレ休憩のために週に1回だけ木の上から降ります。怠け者の動きはあまり速くありません。平均的な区画道路を渡るのに約5分はかかります。このように急がない生活は怠け者には筋肉があまり必要ないことを意味します。事実、彼らの筋肉量はその大きさからすると他の動物に比べ約 30% も少ないのです。また怠け者は体を温かく保つのにより少ないエネルギーしか使いません。なぜなら約5度までの体温の変化を許容できるからで、変温動物の爬虫類には及びませんが、ほとんどの哺乳類より大きく変動します。これらの物理的かつ行動的な適応が怠け者のエネルギー消費または代謝率を最小限に抑えます。三つ指怠け者の代謝は哺乳類の中で一番遅く、次に遅いのがジャイアントパンダで、その次が二指怠け者です。ゆっくりと動くことが梢という生息地での繁栄を可能にしましたが、同様に彼らは自身の体を他の生物の素晴らしい生息地にしました。その中でも藻類はちょっとした保護色となり、またスナックになるかもしれません。怠け者はもう巨大ではないかもしれませんが、彼らが非凡であることに変わりはありません。次はこのビデオで象がこのような素晴らしい記憶力を持っている理由をご確認ください。
またビデオではあなたの大好きな猫がどのように飼いならされたのか、その歴史もたどります。